今日は石垣島にダイビングをしにやってきました。ダイビングをできる場所は日本全国至る所にありますが、沖縄はやっぱり別格な感じがします。その中でも石垣島は高い透明度の海とたくさんの生物やサンゴ礁があるダイビング天国です。石垣島は陸から見える海やビーチの景色だけでもかなり魅力的なところですが、そこからさらに踏み込んで海の中も散策してみましょう。今回の石垣島旅行は4泊5日で会社の同僚2人と来ています。私のダイビング仲間でこのチャンネルでは青色さんと黄色さんと呼んでいます。石垣島に滞在する5日間のうち2日目から4日目までの3日間はダイビングにあてるがっつりしたダイビング旅行です。この動画ではそのうち2日目に行った竹富島周辺のダイビングスポットについてご紹介します。出発地はいつもおなじみの中部国際空港です。今回は旅行日程に余裕がありますので、行きと帰りともに直行便での移動となります。直行便だと金額も控えめで、かつ非常に楽ですね。行きの料金は 15,940 円、帰りの料金は 23,500 円でした。私は飛行機の手配にはスカイチケットというサイトを利用しております。中部国際空港から石垣空港まで約2時間半のフライトを終え、石垣島に上陸です。到着した時点の時刻は14時40分。この時間だと到着した日にはダイビングができませんが、どこか1カ所ぐらいは観光できそうですね。2日目の朝から港に来ています。この船に乗って竹富島の周辺にあるダイビングのポイントに行きます。今回お世話になるのは毎度おなじみマリア石垣島さんです。石垣島と宮古島でダイビングをするときには毎回マリアさんを利用させていただいております。現在石垣島の港から出発して竹富島の南にあるポイントに向かっています。今日のダイビングは3本を予定しておりまして、最初の2本は竹富島の南で潜り、最後の1本はマントを見に西表島と小浜島の間あたりのポイントで潜ります。それにしても船で海の上を移動しているだけですでに楽しいですね。右手に見えているのは竹富島ですが、海側から見る島もおつなものです。ちなみにダイビング3本で昼食とガイド付きで18,000円です。ポイントに到着しました。それでは早速準備して潜っていきましょう。レッツダイブ。ここは竹富島南のジャガイモと呼ばれるポイントです。コモンシロサンゴというジャガイモのように見えるサンゴが特徴的なポイントです。海底に到着しました。ここで同じグループのダイバーたちを待ちます。太陽の光が海底まで届いていて、波に揺らぐ光の筋が綺麗ですね。この瞬間は何度体験しても興奮します。メンバーが揃ったので移動していきます。少し移動するとすぐにコモンシロサンゴが見えてきました。結構大きめのコモンシロサンゴにたくさんの魚が住んでいますね。コモンシロサンゴは太い枝が密集したような見た目が特徴的ですね。周りに見える黄色い魚はヨスジフエダイです。よく見ると体に4本の線が入っているのでヨスジです。さっきの場所からさらに移動すると、岩に苔のようなものがついた天然のオブジェがありました。これが何なのかよくわかりませんが、周りに小さな魚が集まっていて、まるでアクアリウムです。周りに見える小さい半透明の魚はスカシテンジクダイです。よく見ると骨が透けて見えていますね。このポイントは全体的に見渡す限りの広大な白い砂地になっています。こういう何もない空間を浮く力と沈む力が釣り合った無重力のような状態で泳いでいると、とてもリラックスできます。今度は小さなコモンシロサンゴがありました。
ここでも小さな魚が群がっているので観察しましょう。ここにいるのはデバスズメダイです。淡い青色が綺麗な熱帯魚として人気の魚です。名前の由来は下顎の歯が突き出しているからだそうですが、正直名前の由来になるほど特徴的には見えないですね。ダイビングをしていると割とよく群れをなしているのを見かける可愛らしい魚です。水中での散策を終え船に戻ってきました。最初の1本目としてちょうどいいリラックスできるポイントでした。海から上がったら船長さん以外誰もいませんでした。他のダイバーたちはまだ海の中にいるようです。ここまで人のいない船を散策できる機会はそうないので、ちょっと見て回りましょう。数十分の休憩を挟み次のポイントに到着しました。ここはサブマリンというポイントです。先ほどのポイントの近くで竹富島の南にあります。ポイント名の由来はある角度から見たら潜水艦のように見える岩があるかららしいですが、その岩はこの動画には映っていません。今回の目的は洞窟の中に入って光のカーテンを見に行くことです。今日は天気も良くて日差しが強いのでとても期待できます。このポイントは1本目とは打って変わって入り組んだ岩の迷路になっている地形を楽しむポイントです。透明度の高い海で岩の間を縫って泳いでいると空を飛んでいるような気分になれます。ガイドさんが洞窟の中に入っていきました。あそこが今回のメインスポットになります。入り口から入ってくる光のカーテンをバックに撮影すると神々しいですね。洞窟の奥に進んでいきます。今度は光の差し込む先に意味ありげに岩が配置されているところに着きました。なんかこう伝説の剣とかが刺さってそうな場所ですね。私が個人的にあえて一番好きなダイビングの景色を挙げるなら、洞窟の中で光が差し込んでくるこういう景色です。私たちダイバーは陸では見ることはできない景色を求めて海に潜っています。海中特有の面白い景色や綺麗なものはいっぱいありますが、実は私はこれを見るためにダイビングのライセンスを取ったと言っても過言ではありません。体験ダイビングではここのような海底洞窟には連れてきてもらえませんからね。青色さんが海底洞窟の中でカメラのレクチャーを受けているようです。今、青色さんのカメラにガイドさんの魚眼レンズが取り付けられました。ダイビングのカメラ撮影において魚眼レンズがいかに重要か、それを実演しています。これが青色さんが魚眼レンズなしで撮影したものです。これはこれで綺麗ですね。そしてこれが魚眼レンズありで撮影したものです。被写体までの距離は同じなのでクリアさを維持しつつも広がりのある写真が撮れています。これは魚眼レンズが欲しくなってしまいますね。私はインスタ360という360度カメラを使っているので関係ありませんが、せっかくなのでちょっと気取った感じで撮ってもらいました。結構眩しかったですが、海中の浮遊感の中光を体いっぱいに浴びるのは気持ちがいいです。
入り組んだ面白い地形と海底洞窟の光が綺麗な場所でした。安全停止をして船に戻ります。次のポイントに移動中です。右に見えるのが西表島、左に見えるのが小浜島です。西表島の上にだけ厚めの雲がかかっていますね。こうして遠くまで見えると島によって天気が違うことが分かって面白いですね。ここはノバルゾネというポイントです。ノバルゾネは西表島と小浜島の間のちょっと北にあるマンタをよく見ることができるポイントです。まずエントリーしたら水深35メートルのところに向かってロープ沿いに潜行していきます。ロープの先が全く見えないのでなんだかドキドキしますね。右手に見えているこのモヤモヤはこの下にいるダイバーが吐いた息です。海底で吐いた息は膨張しながら上に登っていくので海面付近ではこれほど大量の泡に見えます。海底のノバルゾネに到着しました。早速マンタが泳いでいるのが見えますね。すでに10名くらいのダイバーが岩に張り付いています。このポイントではあまり泳ぎ回らず、この岩に張り付いてマンタを観察するだけになります。非常にシンプルな内容ですが、目的とやることがはっきりしているのでとても気楽で、確実にマンタを見ることができるので魅力的です。ここはマンタのクリーニングステーションの一つで、マンタが体についた寄生虫を小魚に食べてもらうためによく訪れる場所です。マンタのお腹の下にたくさんの小魚が群がっているのが見えますね。ダイビングでマンタを見ることができるかどうかは運によるところも大きいですが、石垣島の周りにはこういうクリーニングステーションがいくつもあるので、ガイドさんたちが情報交換をして、その日にマンタの目撃情報があるところに私たちを案内してくださいます。マンタを見つけたらこちらから近づくようなことはせず、じっと近づいてきてくれるのを待ちましょう。通称マンタと呼ばれる魚は南洋マンタとオニイトマキエイという種類がいますが、目の前にいるのは南洋マンタですね。これはパディのホームページから拝借してきた比較画像です。背中の白い模様がハの字になっていて、口の下が白いので南洋マンタだとわかります。南洋マンタはオニイトマキエイと比べると一回り小さいですが、それでもヒレを広げた時の幅は5メートルにもなる大きな魚です。正方形の8畳の部屋は一辺が 3.6 メートルなので、それより大きいと考えると大きさのイメージが湧いてくるのではないでしょうか。この大きなサイズとおっとりとした泳ぎ、そしてなんとも愛嬌のある見た目でダイバーの人気を集めるのも納得です。水中での活動限界を迎える直前までマンタを見て浮上していきます。浮上するときは潜航するときよりも海底のダイバーが多くなっていたので、ここから見える泡も多くなっています。人が吐いた息と考えるとちょっと思うところもありますが、見た目はとても幻想的ですね。それではこれにて石垣島ダイビング旅行2日目のダイビングは終了となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。3日目は自分の周囲いっぱいに小魚がいるポイントに行った時の様子をお話しします。次回もぜひ見てください。